この時期にその6メジャースレベルの大会っていうのがベルリンだったので、ベルリンマラソンが一番ちょうどいいなっていうので、そこで力をどれだけ試せるか、その課題をこうクリアさせるためにいいレースだなって思ったからです。先頭集団にできるだけついていって最後その勝負に絡んでいけるかっていうところが、今の課題でありこうやるべきことだと思うので、そこを目的にして、タイムもそうですけどなるべく順位を狙って頑張っていきたいです。東京マラソン前って3週間ぐらい体調不良で走れない時期もあったり結構ガタガタしてたんですけど、ベルリンは東京マラソンと比べてこう比較的順調に練習も詰めてきているので、そこは自信持って取り組みたいと思います。練習メニューは全て自分で考えてやってます。監督コーチに出された練習メニューでも練習の目的っていうものをこうしっかり理解して取り組めないと意味がなくて、逆にその練習なぜその練習をするかっていう目的とか意図っていうのをしっかり理解できてやれていれば、別に自分で練習を組んでもなんでこの練習をやるのか、そこから考えて練習を組んでいけるので、そこに問題はあまりないかなと。青学でやっていた練習と比べると変わっている感じですかね。大きくはまだ変化してないんですけど、少しずつやっぱりこうよりマラソンに距離に対応できるトレーニングっていうものを徐々に増やしていく、そういうイメージでやっていこうと思ってます。年間距離でいうとそこまで去年と変わらないかなというような感じはあって、どちらかというとこう1回の練習の距離を伸ばす、その今年はそういう時期だなというふうに考えているので、今までこう2部練でやってた1日のトータルの距離を1回の練習でこうできるようにするとか、そういう練習も少しずつ入れたりして、去年よりすごく伸びた距離自体が増えたっていうわけではないです。
タイミングにもよるんですけど、多い時でも僕は200いくかいかないかくらいで、少なくても、100ぐらいですかね。100から200の間をその調整の時期だったり強化の時期っていうので結構変わってくるって感じです。一番長くても42キロがマックスで、30キロ35キロっていうのがよく多い距離かなって思います。現段階でまだ大学卒業して30キロ走までしかやってなかった学生時代からいきなり距離増やしすぎるのっていうのはちょっとリスクもあるので、そこを今は考えて少しずつ移行してるっていうようなイメージで、あまり50まではいいかもしれないですけど、60、70っていうのはちょっと必要なのかどうかっていうのは、やってみないと分かんないところもあるので、今年やるつもりはないです。学生時代と比べて競技に対してもっと楽しんでいますか？そうですね、結構練習だったり試合っていうものを自分で決めて自分で責任持ってやっていくので、やらされてるっていうのはまずないですし、だけどやっぱ一人でやる分面倒くさいなって練習思う時もあっても、学生時代の時にやらなきゃいけないっていうような状況ではないので、そこをどれだけ自制してやれるかっていうのが本当に、割と大変なところなのかなとは感じてるんですけど、学生時代より比較的楽しめてやれてるかなって思います。レースに向けて、はい。距離とかペースをもっと上げた時に体が簡単に壊れないような状態にしていく、それが今やるべきことで、そこは本当に重要だと思ってます。来年はどちらかというと、トラックのレースも出場していこうかなというふうに考えてて、そこで 5000m とか 10000m の記録も少しずつ伸ばしたい、それを結果的にマラソンにつなげていきたいという意図で、来年は多分海外レースも減りますし、マラソンの出場回数も今年ほど多くはない年になるかなと思います。
今日の練習はどうでしたか？そうですね、目的通りしっかりこう練習の中で追い込むことができたので、目的は果たしたかなっていうふうには思ってます。だいたい 5000m2 本とか、ちょっとこう強めのインターバルを入れるタイミングっていうのがあるので、そのタイミングでは割と入れます。ここで競技する上でオリンピックっていうものが僕の中では一番こう最高峰の大会なので、そこで優勝するっていうのが一番の目標になります。何をすればそこまでいけるのかっていう頭の中で課題とかありますか？答えはないんですけど、こういう練習ができるようになるとか、大会とかフルマラソンをどれぐらいのペースで走れるようになるっていうようなこう予想というか感覚はあるので、そこが練習や試合においてこう達成できるような、選手にこうなれるようにトレーニングをしていく、それが今の課題かなっていうふうには考えていて、そのルートに正解はちょっとないかなって思います。